はい、皆さんこんにちは。松田ひかるです。本日はついにスライダー解禁します。で、本日の、プランとしては、まず1つ目は握り、スライダーの握り、そして2個目は投球メカニズム、そして3つ目は感覚をつかむちょっとした練習法なんかも、教えたいなというふうに思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、まずじゃあこのスライダーというボールですね。ソフトボールでちょっと聞き慣れないなっていう人も多いかと思うんですけど、ちょっとそれについて説明していきたいと思います。スライダーというのは、横向きの回転をかけてボールが横に変化するというものですね。今までは上下ドロップライズっていう上下の変化に加えて、今回は横の変化をちょっと説明しようと思います。で、僕のスライダーって、野球でいうカーブみたいな球なんですね。なので他の選手が投げているスライダーよりもスピードがちょっと遅いんです。で、なんかちょっと遅いの嫌だなっていう人いると思うんですけど、僕はスライダーは遅ければ遅いほど生きる球だと思っています。それなぜかというと、右バッターのアウトコースに、主に使うんですけど、球が速ければ曲がっていてもポンってバットに当たるんですね。で、バットってこう振っていくと左肩がどんどん絶対開いていくものだと思うんです。で、遅ければ遅いほどどんどん開いていくので、ボールが遠く離れていくんですよ。なので横滑り系の球は僕は遅い方がいいと思ってます。速いスライダー、そして遅いスライダー、両方ちょっと説明していこうと思うので、ちょっとお聞きください。はい、じゃあ握りについて説明していきます。一般的なスライダーの握りは、例えばドロップ、このフォーシームって言われるところでライズの握りをしてあげるんですね。人差し指をこの逆向きの C のスタートの部分、ここに押しつぶしてあげて、中指第一関節ここにかけてあげます。そして薬指と親指も、しっかり指にかけてあげる。この形が一番一般的なスライダーの握りです。で、他に言うとライズの握り、この握りで投げる選手もいます。で、この握りだと、浮力がちょっとかかりやすいので、ちょっとこうひねるとライズに近いボールがいってしまいます。で、僕の場合はさっきカーブっていう説明をしたんですけど、野球のカーブと同じ握りで持ってます。人差し指と中指をこうツーシームと言われる部分のここですね、ここにかけてます。ここに山が乗るような感じで持っています。で、親指もこっちにかけています。こんな握りでスライダー投げてます。はい、じゃあスライダーの方投げていきたいと思います。今回2種類投げてみようと思います。自分のこのちょっと遅いスライダーと一般的なこの握りのスライダー、ちょっとこっちは曲がるか分かんないんですけど、投げ方は分かるので、ちょっとそれも説明してみたいと思います。まずはじゃあ一般的な方から説明していきます。握りはさっき説明した通り握ってもらって、いつも言っているんですが、セットから振り上げまで、ここまではなるべくどの球種も同じ形で入ってください。で、このトップができたらですね、ドロップの場合はずっと三塁方向向いて下ろしますっていう話をしました。で、ライズは巻き込んで手の下にボールが入るようにっていう説明をしました。スライダーの場合は、その間ですね、ライズに近い形でここからサイドスローするイメージで投げます。で、小手先で回転をかけようと思ってもどうしても変化しないので、初めは、ここからですね、手と足全部で回してくるイメージで投げてもらうと横回転かかりやすいんじゃないかなと
いうふうに思います。でさっき言った、自分の握りですね。これも実は投げ方全く一緒なんです。ここまで一緒で、ここからサイドスローするイメージで投げます。でも実際はこんなに横から出ないで、このぐらいでかかってると思うんですけど、意識としては本当にもうこう手と、肘とボールが離れて下半身と一緒に回していくっていうイメージで投げてます。実際そのぐらいイメージしないと、どうしても腕ってこういう風な回転をしているので横向きにならないんですね。なのでちょっと、投げ始めの時は大げさに意識してもらうといいと思います。で変化球は、回転っていうのがすごい大事なので、こういうボール使ってボールがどういう風に自分の意図した方向に回ってるかっていうのを確認しながら、練習してもらうといいと思います。で軽く投げます。今のが普段自分が投げてない方のスライダーですね。ちょっとこの握りだとやっぱ投げにくいんですけど、スピードちょっと速いです。ライズと同じぐらいのスピードが出ます。でスライダーの場合はやっぱりこっち側に抜けてしまうと変化なかなかしないんですね。なので初めの方というか、未だに僕はそうなんですけど、右バッターのインコース、左バッターのアウトコースではなくて、右バッターのアウトコース、左バッターのインコース、こっちを軸に投げてます。で、踏み込みも今も同じ踏み込みなんですけど、投げ始めの頃はよりクロスに投げてました。でこれってライズとドロップもちょっとこう錯覚を使うっていう話をしたんですけど、スライダーもこっちから投げれば投げるほどバッター曲がってるように感じるので、ちょっとこう体からボールを離してなるべくこっちから、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースめがけて投げてやると、曲がってなくても曲がってるように感じますし、曲がっていればより曲がってるように感じるので、最初はそのように投げてもらうといいと思います。で次遅い、いつも投げているスライダーです。黄色い面がこう回っているのが見えると思います。これ横に回っている証拠なんで、ドロップはちなみに交互に黄色と赤が見えるような回転になります。これがドロップの回転です。スライダーいきます。はい、ちょっとスライダーを投げる時のポイントを、言っていこうと思います。さっきこっちコーナーで、投げてくださいっていう話をしたんですけど、こっちコーナー投げるためには肩開いてしまうとどうしてもリリースポイントが後ろになっちゃうんで、抜け球が多くなってしまいます。となるともう回転だけかかった棒球がいってしまうので、しかも横回転かかってるとライズと一緒で打球飛んでしまうので、すごい危ない球になります。なのでリリースを前に持ってくる、これめちゃめちゃ意識してもらって、こっち側に引っかかる分には OK です。だけど真ん中の方に、インコースの方に右バッターが抜ける球は絶対やばい球なんで、コースだけ意識してボールが動きやすいところに投げてあげるっていうのが変化球の基本なので、ドロップだったら低め、ライズだったら高め、スライダーだったらこっち側ですね、一塁側の方に投げる、これ鉄則です。でその投げるためにこっちの肩を開かないですが、投げるときは横向きに体全体で回してって言ったんで、どうしても肩開きやすくなっちゃうんですよ。なのでこれめちゃめちゃ意識してもらって、我慢するんだけど横投げ、投げ終わりは開いてもらっても全然構わないんで、リリースまでなるべく我慢する意識を持ってもらって、なるべく前でそういう意識を持ってもらうと、スライダーかかると思います。でかからなくても空振りが取れる、ちょっと遅い、よくわかんない球、不思議な球になるんで、曲がるのが一番いいんですけど、曲がらなくても使える球になると思います。はい、で練習法の方をちょっと、教えていきたいと思います。で
これスライダー的に限らずライズとかドロップ何でも応用が効くんですけど、基本的には上投げと下投げ同じリリースなんですよ。なので、僕最初スライダーカーブっていう話したんですけど、同じ握りで上からカーブを投げる、この練習するだけで下投げでもこういうリリースできるようになるんで、やっぱ下投げでずっと投げてるのってしんどいと思うんですよ。なのでアップの段階でちょっと遊びがてら握りしてもらってカーブを投げる。でボールの回転がしっかりカーブ回転かかるように投げてもらえば、下投げもこれがこうなるだけなんで同じ動きしてるんですね。なので、下投げだけではなく上投げの時からちょっと意識してもらうといいと思います。でちなみにライズの握りでカーブというよりもちょっとこうスライダーみたいな投げる意識でリリース覚えてもらえると、ライズの時も同じ基本的には投げ方なので、そのずっと下で投げなきゃいけないっていうことは全然ないので、感覚つかむためには上投げの時に遊びがてらやるっていうのもすごい大事な練習になるので、楽ですしすごくおすすめ、投げ始めの時は特にですねおすすめだと思います。はい、いかがだったでしょうか。スライダー、これ僕の原価の高騰なんでぜひ試してみてください。できっとスライダーが遅い方がいいっていうのとか初めて耳にした方多いと思います。なのでちょっと意識持って、遅い方がいいんだ、遅い方が肩が開くから打ちにくいんだっていうのを、覚えてもらえれば、ちょっとそういった意図で遅く曲げる、そういう意図で、使えると右バッターの特にタイミングで 1,2 の3で打つバッターですね、これ曲がらなくてもタイミング外すことができるんですごく有効な球になります。でソフトボーラーってどうしても上下の変化に対応するバッターが多いんですよ。なので横っていうこういうボールがあるだけで、バッターの目線をこう惑わすことができますし、その投球の幅っていうのがチェンジアップの時も前後っていう話をしたんですけど、今度は横が生まれるので、もうバッターが何が来てるかわからないみたいな状態になるんですね。なので最初は曲がらなくてもこっち側に見せるだけっていう使い方だけでもいいので、ちょっと横回転で外のボール球、これだけで他のボールがすごく生きるので、ちょっと練習して組み立てなんかも、実践に向けて考えてもらったらすごく有効な球になると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。これがいいと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたね。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!